ジャムパンと牛乳を1分半で食べれるにゃんこです。あれは飲み物やな。はい、今日のやんちゃねゲストは50代女性田中さんです。田中さんはちょっと対応が大変な親御さんとしばらく距離をとっていましたが、お母さんが脳卒中で倒れ、介護生活が始まる直前にチャネリングを受けました。多くの人が悩む親子関係、田中さんへのメッセージとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。なんかね、どんどんお母さんが認知症っぽくなってきたのよ。お母さんが脳出血でしたっけ？脳卒中っていう。脳卒中で、10月に倒れてるのを発見して、すぐに救急車で運んで、無事に手術が終わったんですね。その後、リハビリ病院っていうところに入院したんです。で、今丸3ヶ月ぐらい経って、2月の最初にはもう退院することが決まってるんですね。それを毎日会いに行ってて、私、兄弟がいるんだけど、私が第一子なんで、近くに住んでるから、私が全部の手続きをやってるんですね。最初は入院した時は、もう意識もなくって、もう立ち上がることもできないし、名前も言えず会話もできなかった状態から、今は奇跡的に会話もできて、歩けるようにもなって、一人でご飯も食べれるし、自分で排泄もできて、おしゃべりもできて、そんなに問題がないかなと思ったんです。ただ、脳の手術をしたから、高次脳機能障害って言って、記憶が長持ちしない。しばらく経ったら忘れちゃう。だから、昨日決めたよねって言っても、その日の夕方にはもう忘れてて、あれどうしようとか、近所に住んでる母の妹が8つ年下で、おばさんはまだ70やから元気で、おばさんが介護の仕事をずっとしてたから、次はこうするああするっていうのをね、見通しを立ててくれたりとか、いろいろ計画も立ててくれるし、それがすごく役に立つ。で、弟も看護師やし、そんなに誰もバタバタしないっていうか、まあ次はこんな感じかな、みたいな感じで進んでいってるねんな。でも、病院探すとか手続きとか、私が全部決めないといけないから、で、それはもう平日の日中とかも全然無関係に電話とか来るんやんか。で、それがすっごいしんどくて、正直に言うと、やっとまあ子供も落ち着いて、これでやっと初めて自分の人生を取り戻せてきた気がしてんや。自分の人生ってどこにあったんやというぐらい、やっぱ時間がなかった中で、やっとなんか、没頭できると思って、自分の時間を自分に使っていって幸せやんなって。やっとやりたいことに没頭できるかなと思った時に、お母さんが入院してしまって、だからこんなことあるんやなって思って。でもこれがこういうタイミングで来たってことも意味があるんかなって。不思議なのは、母が入院したことによって、別居してたお父さんが、じゃあ一緒に住むって言い始めて、もともと父に生まれつき何か課題があるだろう。つまり、自分のことしか考えられない。他の人の意見とか、他の人を観察したりすることがもともとできないの。だから目の前のお金は全部使っちゃう。貯金はできない。自分がやりたいことはすぐやる。すごく衝動性が高くて、じゃあ夫婦の仲も悪かったんですか？仲も悪い。でも離婚はしなかった。離婚はしてない。母はいつでも離婚したいって言ったけど、だけどもう年やから、もう今更離婚しても意味ないし、お互い別々の家で暮らしてるからもういいんちゃうって母はもう割り切って。別居は今何年なんですか？私は結婚した後やから20年ぐらい別居してて、田中さんどっちと暮らしてたんですか？私はね、実家に帰りたいなと思った時は、母のところに行っていた。で、たまに父が遊びに来て、母の家に泊まりに来てしばらく滞在したりとか。仲いいじゃないですか。でも自分の話ずっとわーって言ってるから、家事やらされて手伝ってくれるわけでもないし、泊まりに来てもお金を入れてくれるわけじゃないから、言うたらなんか、紐？田中さんがちっちゃい時は誰が生活費を払ってたんですか？その時は家族で暮らしてたから、父もいたし、母もいた。母も働いてたから。じゃあ一応生活費はお父さんが入れてくれてた部分もあったってことですね。
少あったんでしょうね。でも母がほとんど食費払ってたって言ったから、その頃からもともと父は自分の金は自分で使うみたいなタイプだったんじゃないかなと私は思ってて、だからそういう父だからすぐ好きなものに使って、株やらなんかいろいろなんかに使って、なんか私はいつも学費に悩んでたっていう。そっか、学費はどうしてたんですか？だから早く働けって両親に言われてて、大学行きたいとか言ったらそんな金はないっていう。受験勉強して夜勉強してたら電気代もったいから消せって言われて、で大学受験やのにみたいな。私高3やねんけどとか思って。その費用はどうしたんですか？今日はお父さん出してもらって、でも就職して全部返したかな。たまにこうお金がなくなるとお父さんにくれって言われるっていうね。働いてる時は働いてる時で。あげてたんですか？貸してって言われん。で、帰ってきたことないね、一回も。へー。で、父はいろんな人に貸してって言うんだよな。働かずに？働いてんねんけど、なんかに使ってるんやろな。とにかく自分のために働いて自分のためにお金使うのが好きやねん。子供になんかしてあげたいみたいなのがないんで。あんまり記憶がないな。父親にこう愛情もらった記憶が。じゃあ、大学一時的であれ、よく払ってくれましたね。と、それはなんかやらないと恥ずかしいと思ったみたい。どこか行かせないとって思ったの。あ、私の考え方でね。うん。お父さんはそんな人やって、お母さんはどういう立ち位置やったんですか？お母さんは夫に虐げられてる不自由な人っていう私のイメージやってんけど、だけど、お母さんもお父さんを信じててお父さんが好きなんやなと思ってて私は。だから、お父さんが、例えば電気代もったいないから電気消せとか言って、私今受験生やねんけどとか言ったら、口答えするなとか言われるやん。そしたらお母さんも口答えはダメよって私に怒んねん。だから、よくうつ病になった学生の頃は。私が。高校生の時？高校生の時とか、中学生の時とか、誰に助けてほしいと言ったらいいのか、私はあかんねんやって思って。思ってくれる人がいなかったんですか？独学やっただから。学生の時。だから、20歳超えて、就職してから自分のお金で自分でなんか決めたり、どういう時間の過ごし方をしたらいいかって自分で決めたりすることができてから、なんて自由でいいんだろうって思うようになったから、少なくとも家にいずに済むから。だから余計仕事するようになったけど、家はそんなに安らぎの場ではなくて、しんどい場所だったかな、ずっと。かといって家出たら帰ってこないとかそういうことでもなかった。ちゃんと帰ってくるし、しかも別に不良娘にもならず、ちゃんと朝から働きに行って、仕事に没頭して夜帰ってくるっていう。でも仕事は好きやったから、別にそれでよかったかな。結局家は出なかったんだけど、お金がないから、で、結婚するときに初めて家を出てんや。バブルが崩壊した後やったから、お金がなかったん。家も結構厳しくて、母さんは精神的にずっと頼ってくるっていう。どうしたらいいと思うみたいな感じ。だから両親がすごく重い存在やったし、でも純粋やから子供やから、親を助けてあげないとってずっと思ってて、正社員で働いてさらに夜豆腐屋でバイトしてた時とかあったよ。なんか楽しい20代とはちょっと言えなかったかな。今思ったら悲惨やなと思うねんけど、そのことが私をすごく強い人間にしたと思っていて、20代の時に自分の人生をすごく真剣に考えた時があって、だから仕事と結婚は全然問題なかった。父や母を見て、こっちに行ったら不幸になるっていうのが分かったっていうか、貧困の再生産っていうか、このような家庭を作ってはいけない。このような働き方をしてはいけない。父親と絶対似たタイプと結婚してはいけない。とか、そういうふうに学んだと思って私は。結婚相手は優しく理解があって、話し合いで何でも解決ができる人、そして男女が対等でいられる関係じゃないと結婚はしてはいけないと思って。でもなんか幸いにしてすごくいい人と出会えて、ちゃんと結婚できたから、結婚したら私は幸せになれるんかっていうのがものすごく、私の中ですごく重要だった。私が望んだ人生ではなかったけど、幼少期の家庭っていうのは自分で選べないから。親ガチャとか言うやん。親は選べない。だけど、しょうがないから、せめて親のようになってはいけない。お金が何に使われてるかわからないような結婚生活で、関係も対等じゃない。そうすると破綻するし、かつ子供も親と会話も成り立たないし、
なんか今すっきりしてきたけど、そうか。だから私介護に及び腰なんかもしれないけどね。なんかしんどかった思い出が蘇るんかもしれんね。結婚するときに、この人たちを見捨ててはいけないってなんかずっと思ってて、だけど、結婚しなあかんしなと思って私も。そんな親の面倒ずっと見続けるわけにいかんから、旦那さんに結婚しようって言われた時に、遠いとこにお嫁に行ったんだけど、その時に、いやもうでも、両親置いていくしかないよなってずっと一緒にいられへんしって思って、で結婚していってんやんか。この家どうなるんかなと思って。誰がお金稼ぐんって思った。結構もやっとしながらおってんけど、だけど、実際結婚してみたら、結婚って楽やなって自分のことだけ考えたらいいんや。こんなんやったら早く結婚したらよかったわ、と思って。なるほどね。普通に暮らせるんやな。日常ってこうやって普通にあるんやなって。その時はびっくりした。で、しばらくしたらやっぱりもともと機能不全の家庭やったから、もっともっと悪化していって、とうとうお母さんが実家に帰って、二人はバラバラに暮らし始めることになって。私、親のせいで私はこうなったっていう人が世の中にたくさんいるのは知ってるんやけど、私は何もかも親のせいでこうなったという風に生きていきたくないなと思っていて、自分の力で何でも変えられるし、自分がこうしたいと思えば、その瞬間に自分が選択することだってできるはずやから、私の母は親が悪いから子供をこうなってとかね、よく言うんだけど、いやでもそれは違うんじゃないのといつも言っていて、親がそうだから子供もそうなるって言ったらずっと人生そうやんか。世の中の子供は全部親が悪かったじゃあ子供も悪いんかっていう風になってしまう。でもそんなことはないでしょって子供だってある時、いやこれではいけないとか、親がこうであっても子供は別の人生だって選べるんだから、別に親の真似をしなくてもいいし、親がまずいと思ったら自分で人生を切り開けばいいし、親のようにならなきゃいいっていうふうに自分で決めればいいだけのことで、親のせいで自分はこうなったとか、それは、ある一定の年齢までは離れられないだろうから養ってもらってて。だけど、成人して自分で選択肢を持てるようになったら、自分で自分の人生は変えられると思えばいいんじゃないのって。変えようと思わない人だっているかもしれないけど、できることがあるんじゃないのと思ってたから、親が、うちはだいぶ歪んでるけど、ある時、久しぶりに親の近くに住んで思ったのは、やっぱり近づくと一緒にいたらあかんかったわって思うこともあったし、あとはもう親も年やから、嫌な時はちょっと離れたらいいし、受け入れられると思った時はそばにいて助けてあげることもできるし、選択をすればいいんだと自分で。だからそこに今も恨んでるとか、あの時こうだったからとその感情を親にぶつけたりしないで、その都度、私はもういい年だから、自分で決めればいいんだと。近づいたり離れたり、そこにわだかまりとかをいちいち過去を引きずらなくても、普通の人間として普通に接すればいいじゃないかってある時なんか思ったんよね。だから今は普通にわだかまりを持たずに人間として会話してるみたいな。あんまりすごくわだかまりとかがなかったのに、実際こうやって母が倒れて、そして一日何回も電話がかかってくるようになると、いやー、どう付き合ったらいいんかな。介護って距離を決めれないのよね、自分で。元気でこそ距離を決めれる。両親は弱ってきて、もともと頼りにされていたのに、ますます頼られる感じになってきちゃって、これが私の最後の試練なんかなーって思って。お母さん何のために戻ってくるんやって思って。関係性がちょっと変わった親御さんとの距離の取り方ですね。自分が今後親とどうしていったらいいか。そうそう。はい。ではよろしくお願いします。お願いします。田中さんがプールで泳いでます。すっごい真剣。ザバザバってフォートも聞こえるし、早く進まないといけないって。それがちょっと無理のある泳ぎ方してると思います。心地いいとかじゃなくって、なんか責任を負ってるっていう感じ。この家庭の中で私が頑張らないといけないって誰も頼りにならないから。私が頑張らないと、この家族が沈んでしまうっていうか、立ち行かなくなってしまうから、精神的に自立してるちゃんとした考えができるっていうのが、今のところ自分しかいない。弟が頼りないとかそういうことじゃなくて、徹底的にしたいからってことですね。だから、私がやらないとって。だから、ちょっと無理な泳ぎ方してます。で、周りに人がいて、赤さんの泳ぎ方を見てるんです。で、わーって拍手して、わーすごいわ、あの泳ぎ方って、そこまでするんや、みたいな感じで、あーとは言ってるんですけど、それはもう全然聞こえてないみたい。
関係ない。人の意見を聞いてるほど余裕がない。必死。本当だったら、泳ぐ喜びっていうのは普通いるんですよ。何のために私泳ぎたいんかなとか、自分の目標に向かったとか、その泳ぐ気持ちよさとか、本当やったらちょっと止まってお茶飲みたいわとか、音がこだましてるんですけど、プールだから。それを聞いて、あー気持ちいい空間だなとか、あ人たち楽しそうに喋ってるなとか、そうやんね、ここって社交の場だから、別に泳がなくてもいいよねとか、その周りを見る余裕っていうのがない。そんな余裕はもう全くない。そういう世界にいない。っていう感じ。だから今すごいしんどくって自分の楽しみも何にもない。でも泳がないといけない。で、今ターンしたんですけどね、端っこまで来たから。プロのターンですね。水中でくるっとしてターンする。それももっと良くなりたい。自分の人生、自分のやりたいことを目指すっていう意味で、こうターンするっていう意味じゃない。過程を切り盛りするため、この過程をやっていくため。で、それが自分の使命やと思ってるみたい。ここの過程に生まれた自分の使命。親が選べないってさっきおっしゃってたんですけど、今ここの見てる分では、ここの親に生まれてきたのには意味があるから。こんな大変なお家を選んだってことは、この分だけ自分がしっかりしないといけない。引っ張っていかないといけない。みんな足りないから。だから、こういう風に泳ぐっていうのが、神様が私にさせたいことなんだなって。神様に対してすごい忠実なんですよ。考え方がね。人って使命があるから。弱い人がいたら助ける。だって自分だって助けてもらった時があってあるんやから。それも当たり前の考え方。神様はきっとそういう風に思ってはるやろし。神様って困ったら助けてくれる存在やから。だから自分も当たり前に困ってる人が助ける。神様がそうするように。で、今この家庭に生まれてきたっていうことは自分以外しっかりしてないわけやから、この家庭を引っ張っていく。自分がこういう風に泳ぐことによって家庭が路頭に迷わない。それは物理的っていうよりは精神的なもの。物理的もちょっと難しいかなとは思うんですけど、まあ働いてるのは働いてはるから、明日の食べ物がなくなるとかじゃないじゃないですか。精神的にみんなふわふわしてるっていうか、自立してない。やから、自分がちゃんとしてるっていうのを見せるっていうことで、私がちゃんとしてくれればっていう思いもあったし、弱い者を助けるっていう当たり前のことをするっていうのが、ここの家庭に生まれた私の意味。それが神様のご意志なのかなと思って泳いでるみたいですね。で、自分に対して何もしてくれない。例えば、塾に行けないとか、普通の家庭やったらもうちょっとケアしてもらえるじゃないですか。金銭的にも、心のケアも。それもない。けど、それに対しては涙流しながら泳ぐんですけど、でもそれも私の宿命だと思って泳いでるみたいです。この泳いでるこの田中さんに関しては、魂がいろんなことを分かっている中で、これが私の使命ですっていう風に思って泳いでるっていう感じ。だからこの物理的な田中さんが思ってるっていうよりは、魂の奥底が思ってやってるって感じです。で、泣きながらやってます。自分に対して何かケアがないというのは、今世で自分がケアされる番ではない。助ける番。人に何かをして助ける番なんだなって。だってもう状況がそうやから。もし自分がね、何かこう、ちやほやってたらあれやけど、徴用花よって育てられるご家庭もあるから、こういう風に、いろんなもの買ってもらったり、ちょっと怪我しただけで大丈夫って言ってもらったり、勉強してたら大丈夫、何か夜食持ってこようかとか、そんな電気無駄やからとか、そういう世界じゃないのご家庭だってあるのに、それじゃないっていうのには納得してるっていうか、それを受け入れないとしょうがない。っていうのを思ってる。でも、泣いてる。辛いのは辛いですから。理解はしてるけど、辛いのは辛いから泣いてる。でも、しょうがないよなって言ってる。だから、ここ見てる分では、前世、今世、来世みたいなのがあるっていうのが分かってる感じ。今世はこれなんや、私は、みたいな。まあ辛い今世やけど、しゃあないな、みたいな。ってやったらケアされる存在やけどな、子供って。でも反対やんな。これは私がみんなをケアしてるような感じになってるし、泳いでる田中さんからしたら自分が泳がないとこの家庭はダメになる。だからチョイスなくっていう感じですかね。で、今、端っこまで来ました。泳ぎ続けるのはしんどいので、一旦立ち止まって、タオル持って顔拭いてるんですけど、その時に他のコースで選手が泳いでるんです。その選手はコーチがいて、コーチにすごいちゃんとケアしてもらってるみたい。泳ぎ方こうしたらもっとちゃんと泳げるよとか、まず何のために自分が泳いでるかっていうのを考えないといけないよとか、そういった泳ぐ技術だけじゃなくて精神論みたいなケアまで、そういったところまでちゃんと見てくれて泳ぐんだっていうのをやってます。で、それ見て羨ましいなと思ってる。
なんで羨ましいかっていうと、それはさっきみたいに、蝶よ花よとか言ってるのが羨ましいっていうわけじゃなくて、自分のためにちゃんと泳げてるから。そこのコースでは、他人のために泳ぐっていう考え方がないみたい。そこでやってるのは、自分のために泳ぐのは当たり前。で、自分は何のために泳いでるかっていうのを考えないといけないよっていう、すごい根本的な、基礎的な考え方を指導してくれるところやから。この子は自分のために泳ごうとしてるし、その先生だってそれを教えるっていうのがその人にとっての幸せやからやってるんです。それを羨ましいと思ってる。私だってここに生まれてきたからには、やっぱり自分が喜ぶ生き方っていうのをするはずやのに、ああいう風に私かってしたかったのに、でも今見てみたら、自分は自分の意思でこういう風に泳いでるつもりやけども、苦しいと。人のために、家族のためにって言いながら、自分のペースじゃない泳ぎ方、すごい無理な泳ぎ方、余裕もない。楽しく会話するとか、この空間を楽しむとか、あ、ちょっと休憩していいよなとか、疲れたからっていう考え方が全くない泳ぎ方。自分でやらないといけないなとは思ったとはいえね。だから全く根本的に違うじゃないですか。自分のこの泳ぎ方と向こうのコースで泳いでるような、自分のために泳いでる世界とは全然違う。でもやらないといけないっていうのはもう気持ちは取れへん。だってこれが使命やねんから私のって思ってるから。でもおかしいなとは思ってる。自分の理想とする泳ぎ方ではない。なんかちょっと今ごっちゃになってます。自分の使命って思ってるはずやねんけど、でも自分の使命じゃないよなっていうのも分かってるみたいな。ちょっと矛盾した感じ。で、戻ります。また自分のコースに戻る。だってチョイスはないんです。だって見捨てるわけにはいかへんから。だってね、神様の教え通り、弱い人がいたら助けるっていうのが自分の信念なわけやから、それが目の前にあって泳がないっていう選択肢がないわけですよ。あっちのコースいいなと思いながら、ああいう生き方もいいなと思いながらも、泳ぐっていうことに関してはやめへん。ちょっと休んでからまたすぐ泳ぐ。でもしんどい。心はしんどい。この家庭を切り盛りするためだけにやってるから。あと、弟を守らないといけないっていうのもある。だって、弟からしたら自分が親やから。弟に同じような思いをさせたくない。自分がいなければ自分の場所を弟がしないといけなかったわけです。負担が、今やったら自分がカバーできる部分があって、それが足りない部分、弟に負担がいくかもしれへんけども、でも今、自分が頑張れば弟の負担が減るから、この自分のガードがなければ弟もっとしんどくなるし、だからそれは絶対できへんし、弟を守るっていうのが決めたです。だからこそもう抜けれないんです、ここの輪から。そんな選択肢ない。自分を犠牲にしてるって感じですかね。喜びもない。我慢しかない。自分のやりたいことは横に置いて泳ぐしかない。泣きながら泳ぐしかない。だからここまで来るとどんだけ耐えれるか。自分がどんだけこの状況に耐えれるか。根比べみたいな感じですかね。もうすっごいしんどいです。よく耐えましたね、これ。で、しんどくなってくると体力もなくなってくる。普通だったら自分に喜びがあるから、わあ楽しいってなってもっと泳ぎたいってなるのが普通じゃないですか。でも、人のために我慢して泳いでるやり方っていうのはもうすごい精神力も体力も奪っていくからね。だんだん今まで泳げてた水の抵抗がより重くなるんです。泳がなあかんって分かってるんやけど、しんどいってなって泳がれへんなって鬱になるみたいな感じかな。もう自分の記憶不感とか守らないといけないっていう気持ちがこんだけ強靭にあったとしてもついていきたくなってしまう。でもちょっと休んだら、あ、また泳がなって泳ぐっていうのをやってます。でも弟はすごく心配そうに見てるって感じ。で、今、ゴールっていうのがあったみたいで、プールで泳ぐのか歩くのかよく分からへんような状態で進んでたんですけど、端っこまで来て、あとちょっとっていう時にパンって手をタッチしたついたみたい。ここがゴールっていうところが結婚やったみたいです。こっから出れる。ここを出れるのはもうそれしかない。だって大義名分がないから。自分からはここを見捨てるわけにはいかないじゃないですか。自分だって使命だと思ってるし、自分がいなくなったらここがダメになっちゃうから。でも、結婚ってなったらもう出るしかないじゃないですか。この家庭と一緒に旦那さんがここに入るわけじゃないから、自分がそこから出て、しかも距離が遠い。どこに行かないといけなくなったね、ごめんねっていう、その言い訳ができるから、自分に対してっていうね、意味です。それはお母さんとお父さんにっていうことじゃなくて、自分に対して。ここから離れる自分にやっと言い訳ができるっていう意味です。しょうがないよねって。なんかこう見たままで言うと、しょうがないよねって。なんか私の想像では
やっと離れるっていう意味なんかなって思ったんですけど、私が見てる分では、しょうがないよねって、ごめんねって思ってるみたい。私がいないと回らないっていうのは分かってるけども、ごめんねって。それをすごく苦しく思いながら行くみたい。決して、出れるわって思ったわけじゃなくって、ごめんねって。だから、離れられる。この泳ぎ方をしなくてもいいっていうのは、それは楽やと思います。あんな無茶苦茶な泳ぎ方、使命やとは思ってるけど、自分の盾じゃない。あのコース泳いでんのいいなって思いながらね、頑張って泳いだから、立ち止まらなあかんし、しんどいって思ってても、誰もケアしてくれへんし、また立って泳がなって。決して自分が望んだような楽しい生き方じゃなかったけど、でもそこから離れられるってなったとしても、本当に離れていいかなって、ごめんねって、泳ぎ続けられる環境じゃなくてごめんねって言いながら離れるみたいです。決して逃げれるっていう意味じゃない。離れられて生活始めるんですけど、やっぱり楽しいわけです。初めて自分のために生きれるから。今まではあのプールですっごい苦しい泳ぎ方をずっとしてて、初めて泳がなくていいっていう環境が手に入ったんです。お茶飲んだっていい。旦那さんと喋るだけでもいい。子供もできて、子供がいる幸せとか、もちろん大きいけども、なんていうのかな、ただ歩いてるだけ、散歩してるだけとか、紅葉の葉っぱがパーッと落ちてくるんですけど、気持ちいいって。葉っぱの色が赤く変わって、風も気持ちいい。こういう感じ方をする余裕が今までなかったから、この空気とか風とか太陽の光とか、それをただただ感じてもいいっていう、この生活っていうのがすごい嬉しいみたい。やっぱりどっかに罪悪感はあるみたいですけど、今までのような泳ぎ方ができなくなったっていう意味ね。私から見ると、あのコースで泳いでたような自分のために何か向かってやりますっていう状況では今ないんですけどね。今離れたばっかしやから、そのただ空気を感じるとか、紅葉した葉っぱを見るとかね、そういった余裕があるって意味ですね。そういったのができるっていうことだけさえも嬉しい。問題は別に全然変わってないんですけど、家族から離れただけで。でも、それは一旦置いとけるから、自分のためだけいろんなものが感じられるこの感覚っていうのがもうただただ嬉しい。わあ、見てって、今葉っぱ一枚拾ったんですけど、葉っぱってこんな形してたって、なんかカエデみたいな葉っぱ持ってる。わあ、自然の神秘やなって、この緑色の色とか、中の線とか、わあ、綺麗って。で、空に掲げてます。でそれをパーって落として、今度空。わー、空って広いわーって。ちょっとだけ曇りがかってる空なんですけど、晴天ってわけじゃないんですけど、それもいいよねって。晴れの時もあるし、雨もいいし、曇りがかってるのもいいし、何よりこの空間を自分が感じられるっていうのがすごい気持ちいい。こうしてくれたのは、なんか旦那さんのおかげって言ってます。さっきちょっと見えたのに言えなかったんですけど、離れる時に、田中さんの背中をこう優しく旦那さんが背中を押したみたい。こっちって感じ。すごい後ろ髪引かれてたんですけど、無理やりするわけではないんですけど、優しく背中を押してこっちだよっていう風に押したって感じですかね。罪悪感はあるけど、こういう風にさせてくれたのは、旦那さんが導いてくれたって感じですかね。感謝やわって。偶然かもしれないけど、でも違うみたいです。偶然じゃない。旦那さんが救ってくれたって感じですかね。こっちだよっていう風に、もういいよっていう風に、背中を優しく押してくれたって感じですかね。まあ私は私の人生やっていいんやって。最初と一緒ですね。その家庭に生まれたってことはこれをやりなさいよっていう神様のおぼし飯。今、離れたのは意図的じゃなかった。でも結果、離れた場所に行くことになった。というのは、これも神様のおぼし飯。最初と一緒。だから、こっから自分の人生生きていいんだなっていう風に思ったみたい。だから、まあ、子供のこともそうですけど、授かって育てる。ちょっと人がいなくて大変だけども、まあ、それも楽しい。まあ、結局は楽しいんです。空境が楽しいっていうかね。苦難を楽しいと思える人やから、最初はもちろんしんどいけども、それをちゃんと頑張ってプラスに変えるというかね。
あ、それも良かったよねって、今ではいい思い出だよねっていう風に、苦難を喜びに変えれる力のある人やから。だから、ちょっと大変なことがあっても乗り越えられるっていう人みたいです。で、自分の人生始まったって感じですかね、ここで。自分のために生きる。仕事も楽しいし、子育てももちろん楽しい。旦那さんともやっていける。っていうところで震災が起こりましたね。大変なこと起こっちゃった。子供は何よりも先に守らないといけないから。だって、やっと掴んだ幸せやのに。やっと自分のために生きれると思ったのに。何でも乗り越えてこれる人やけども、大変なことが起こったって。もう必死です、ここから。守らないといけない。自分はうつ病とかなった時に守ってくれなかったじゃないですか。でも、子供って守られるべきものやから。当たり前かのようにそれをやります。私が守られなかった悔しさがある。だから、そんな思いは自分の娘にはさせたくないから。まだね、ちっちゃいからわからないかもしれないけど、私はあなたを守るからねって。私のような思いはさせたくないって。あんだけしんどかったのに、誰にも気づかれない。自分が耐えるしかない。父親にもケアしてもらえない。っていうような状況を彼女にはさせたくない。子供って守られるべき存在やから。一般的に当たり前やから。当たり前の環境をこの子にはあげたいって。私ができなかった分って。その辛さを知ってるから、その思いは私が十分に味わったから、そこにはそういう思いはさせたくないから、だから連れて行くねって。私はあなたのことを守るからねって。という思いで娘さんを連れてもう一回関西に来ますね。関西に戻ってきてしまったと。自分は新しい生活を始まったと思ったんですよ。いろんな大変なこともあったけども、それをちゃんと学んでプラスに変えれる人やから、それをちゃんとやってたんですよ。でも結婚と同じでね、自分の意図とはしないところでまた戻ってきてしまったんです。やっぱり物理的に距離が近くなると、どうしても関わらないといけないところがあるからね。ああ、また帰ってきたなっていう、両親の近く戻ってきちゃったっていう。目の前に困ってる人がいたら助ける。それが基本的な考え方なんです。それは生まれた時から。生まれた家庭の人たちがみんな大変そうやったから助ける。当たり前かのようにやる。って言って倒れました。やっぱりちょっと無理があったみたいです。倒れて涙流して、私何してるんやろうって。これ一緒やなって。一緒みたいです。うつ病で倒れた時と。他人のためにがむしゃらに頑張って、結果倒れる。で、自分の中では、倒れた人がいたら助ける。それは当たり前のことやから、当たり前にやってたんですけど、でも結果倒れる。で、相手の問題やから、結局解決はできないんですよ。マシにはなりますよ。助けたらね、一時的には。でも結局は全部は、その人の根本の問題やから、その人の代わりに泳ぐことはできないんです。その人の代わりに泳いで、じゃああとバトンタッチやってくださいねってやったら、できるんかなと思ったけども、それはできないんです。その人はその人の泳ぎ方とか、その人はその人の課題とか、その人は泳ぎ切らないといけないとか、その人の問題なわけやから、その人の代わりに泳ぐのはできないんです。で、今、倒れてるじゃないですか。倒れてて、自分は人をよくできると思ったんです。自分が泳いだら。だって泳げないから、目の前に。すごいアップしてるし、もともと泳ぐ力がない人とかね。人によってその泳ぐ力が違うじゃないですか。田中さんみたいに苦境があったら、それをプラスに変えれるような、こんな泳ぎ方ができる人ばっかしじゃないからね。もともと歩くしかできへん人かっておるかもしれないし、その代わりに自分が泳いでるつもりだったんですよ。でも、前倒れて、今回も倒れてる。で、おかしいなと。自分は、助けが必要な人が目の前にいるから助けてた。当たり前かのように。でも結果、潰れると。根本、その人が良くなるっていうのは、その人の力であって、田中さんの力ではないですから。助けはできるかもしれない。ちょっとマシになるとかね。けど、その人の代わりに泳ぐことはできないんですよ。で、あれおかしいなと。自分は、その人のために泳いでたつもりやったと。自分がその人のために泳いで、ある程度の波に乗ったら、あとはバトンタッチして、その人がその続きを泳いでいけると思った。でもそれはできないんです。だって、そこの間泳いでたのは田中さんですから。それは田中さんの力にしかなってないから。その代わりに泳いだつもりやったけども、その人の力にはなってないんですよ。だから何が言いたいかっていうと、根本の考え方を変えないといけないんだって。人を助けるっていう意味の。その人の代わりはできないんですって。代わりをする必要もないんです。
すっごい苦しいように見えるかもしれない。で、実際苦しいと思うと。でも、その人の代わりに自分が泳ぐことはできないんだよって。その人を助けるという根本の考え方の転機なんだって今は。助けると思うのはもちろん尊いこと。それは生まれた時からのその根本的な考え方やから。田中さんのね。目の前に苦しい人がいたら助ける。そんな当たり前。でも、助けるっていうのはその人しかできひんから。根本。私たちができるのは補助だけ。さっきのこの旦那さんが優しく背中を押してくれたんです。でもそれはね、押したんじゃなくてね、添えたって感じだったんです。君はもうここしなくていいよって。もうこっちに行くのが彼女にとっての幸せなんだよってグッて押された。それはそれで本人は辛い。だってその心の準備ができてないから。その人のタイミングとかその人の思いっていうのが絶対あるんですよ。その思いとかタイミングとか、それをちゃんと自分の周りで測って自分で一歩行ったからこそ、田中さんは向こうで新しい生活を切れたんです。その人にはその人のペースがあるし、その人の考え方がある。今ここで言ってるのは、その人の人生を変わることはできないんだよって。その人の苦難はその人の苦難なわけであって、田中さんが解決しないといけない問題ではないんです。今まで全部他人のために泳いできたじゃないですか。家族のために家族が泳いでないから泳いだ。でもそれは違うんだよって。ちゃんとこの苦難には意味があるんだよって。で、この人たちしんどいかもしれないけど、ちゃんとこの人たちをやっていける人なんだよって。それをちゃんと信じてあげなさいって。代わりにやってあげるっていうのが支援じゃないんだって。この人たちにちゃんと力がある。この人たちがこの苦難からちゃんと学べる。乗り越えていける。これをプラスに変える。あなたのようなやり方がこの人たちもちゃんとできるんだって。それをちゃんと先に信じてあげるっていうことが支援じゃないのって。この人たちの力をあなたが信じないと支援でできないよって。まずこの人たちが自分の力でできないっていう前提でやってる。それって本当に支援なのって。あなたがこの人たちを信じないと、この人たちがやっていけると思う？自分たちのことを信じてない人が支援をする？それって本当に支援になると思う？その人たちに本当にちゃんと自分の力でやっていってもらいたいって思うんだったら、あなたがこの人たちを信じなさいって。あなたが今までいろんな問題を乗り越えてきた、あんだけしんどくても何の助けもなくてもあなたやってきたでしょって。その力があるのはあんただけじゃないんだよって。お母さんもそう、お父さんもそう。みんなちゃんとそれを乗り越える力がちゃんとあるんやって。この人たちのためになりたい。思うんやったらまずこの人たちができるっていうことをあなたが信じなさい。その根本の考え方がまず必要。この人たちができない。だからその分やってあげないといけない。だから支援が必要なんだ。あなたの考え方がそれで、この人たちがちゃんと自分で歩いていけると思うって信じてないのに。この人たちが自分の力でできるって信じてないのに。でも結局この人たちにやってってもらいたいんだって言ってる。それは矛盾してるって。どんだけ大変な状況でもこの人たちはやっていけるんだよって。もちろん助けはいる。助けはある。助けする側にも学びはあるから。その人たちが必要な時は助けはもちろん入る。入るし、その助けた人にも学びはある。けど、その根本の考え方を見直さないといけないよって。自分がそういう人たちに対してどうあるか。もちろん大変な人を助けないといけない。自分のことをさておいてあんだけ泳げたっていうのはそれはもう愛でしかない。それを否定するつもりは全然ない。もう本当にそれは純粋な愛やったと思うって。自分のことを差し置いて、あんだけ自分は倒れても、それでも自分はやらないといけないって、行く時にあんだけの思いで離れたっていうのは、それはもう本当に純粋な愛でしかない。それはちゃんと自分のことを誇りなさい。それは本当に素晴らしい。自分が最初思ったようにあれは神様なんやったよって。でもその根本の考え方、自分もできるし、相手もできる。それこそが一番の支援じゃないのって。自分が相手を信じてあげる。その人たちが持つ力をちゃんと発揮する場を与えてあげる。手を出さないっていうのだって愛なんだよって。何でもしてあげる。しないからやってあげるっていうやり方やってきたけど、それ違うんじゃないって。その人たちを再現する手助けをする。でも、その人たちの力を信じない。自分もいる。それに気がつかないといけないよって。でもそれはね、愛がないってわけじゃない。こんだけやってきた。自分の愛も認める。でも、やり方が根本からちょっと違ったっていうのも詰める。それを直面する場面なんだよって。その場面が今来たんだよって。決して自分を否定しない。でも根本からの考え方の違いやから、
ショックというか大変かもしれないけど、そこを見つめられる時が来たんだよって。あなたがこの人たちに何もしない。物理的に何もしない。それも愛なんだっていうことを今回理解しなさいって。良かれと思っていろんなことをしてた。自分を犠牲にして、あんだけ後ろ髪引かれて、涙流してそこから離れられるのね。頑張ってやってきてもそれはもう愛でしかない。でも今、あなたは新しい支援の形、支援のステップに行く時なんだって。そうやって物理的にいろんなことをしてあげるっていうことよりも、その人に力があるっていうことを信じる。そのあなたが、この人たちが力があるっていうことを信じるっていうことが、この人たちが立ち直る。この人たちが自分でやっていけるっていう土台を作るっていうことなんだよ。できないできないっていう姿勢でやってったら、それはできないよって。だってそうやって思ってるんやから。あなたの目の前の人たちがいつまで経っても再建しない。それはあなたにも問題があるんだって。何にもできない人じゃない。再建できない人じゃない。助けがなければ立ち上がれない人じゃないんだって。みんなできるんだって。みんなちゃんと力はある。あなたに力があるように。どんだけしんどくても、人に助けてもらえなくても、あなたちゃんとやってきたでしょって。あんだけ自分が辛いのに、あそこから離れるっていう決断もできたでしょって。何かをしてあげることがその人のためになるんじゃない？何にもしなくてもその人を信じるっていうやり方だってあるんだって。それこそが本当の愛なんだよって。やってあげないっていう方が辛いわけ。目の前にしんどい人がいる。これもできるんじゃないか。あれもできるんじゃないか。そういうね、賢い人やからいろんなことが思いつく。愛もあるからいろんなことをやってあげれる。でも、それが逆になることだってあるんだよって。やればやるほど、やってもらえるんや。私がぼーっとしてても、またあなた考えてくれるわ。だってあなたの方が人脈あるし、しんどいしんどいって言ってれば、あの人心配やなってまた見てくれて、話も聞いてくれて。でも、心地いいからね、やっぱ心配してくれる人が横にいるっていうのは心地いいですから。だからそういう風に、この心地いい状態を作ってあげて、それに依存する。あなたまたやってくれるわ。だって私しんどいし、私が頑張らへんくても、あなたやってくれるわ。あなたの方がいる仕事できるし、人脈もあるし、やる気もあるし、やりたいんやろし。いろんなことやってくれるってことやりたいんやろうし。だから、やってもらったらいいわって。ちょっとこんな言って申し訳ないんですけど、やらしてあげてる。やりたいことやらしてあげてる感がある。やってもらってる人からしたら。ちょっと横柄な考え方ですけど、やってもらってる側やのに。だから、困ってる人のためにやってる側からしたら。でも、見えてる分ではね、やってもらってる人からしたら、やらせてあげてるっていう感覚もある。人助けをやらせてあげてる感覚。だってやりたいんでしょってそれを。助けて、その人がちょっとありがとうとか、マシになりました。よかったねっていうのをやりたいんでしょって。やってもらってる側から言わせると、こっちが助けてるんです。やってもらってる側が、田中さんを助けてる感覚なの。人助けをやらせてあげてる。その活躍する場をあげてる感。だから、それって本当に支援なのって。あなたがやればやるほど、この人が横柄になっていくよって。で、この人からしたら、横柄っていう気持ちにはなってないですから。活躍する場をあげてるっていう感覚だってある。じゃあ、本当にあなたがやりたいことは何なのって。あなたが体を壊して、倒れて、もうこれ以上できませんっていうところまでやってるのに、受け取ってる側の感覚はこれなんですよ。見てって。この人のためになってるって。ここまで自分が身を粉にしてやった結果がこれなのよって。あなたの目的は何なのって。この人にちゃんと一人で歩いてってもらいたいんじゃないのって。一時的な助けはあっても、ちゃんと自分の力でやっていく。それをやりたかったんじゃないのって。でも、自分がやった結果、こんな横柄な考え方になってしまうような人を生み出してしまってる。この人だって最初は、やってもらってありがとうって、普通に思える人だったんですよ。でも、支援を受け続けた結果、こうなってしまってる。それはあなたが思ってた支援活動なのって、人助けなのって、本当に純粋大にやってる。でも結果、こんな横柄な人間を生み出してる。これはお父さんもお母さんもみんな辛いことやけど、こうなってるよって。だって、田中さんはそういう対応やから。それは自分の考え方を正さないといけないんだよって。相手がどうとかじゃない。
田中さんが泳いで、やっと田中さんの力になるように、この人だってちゃんと自分が泳いで、その人の力になる。その過程をやらしてあげることが愛なんです。決してその人たちがしんどい部分を代わりにやってあげるっていうことだけが愛じゃなくて、それはやっぱりちゃんと見極めないといけない。今本当にそれは助けが必要なのか。それともこれをやってあげたら、結果この人にとって悪くなるのか。根本的にこの人たちができないと思ってる、自分の力でできないと思ってる、その接し方の根本の考え方を正さないといけないよって。そうなると、ずっと頼ってくるよって。お母さんとお父さんは物理的に一時的に離れられたから、支援しなくていいよな。だって離れてるし、やっぱり近くにいるより遠くにいる方が物理的に大変やしね。できることも限られてくるじゃないですか。で、目の前に困った顔とかがないから、断るのもまあ簡単やったし。でも、根本は変わってないから。その考え方が根本的に変わってないから。結局、その距離遠かったらマシ。近かったらしんどい。その差はあるけども、根本的に変わってはないんですよ。他人のために自分が泳げる。他人に力があると思ってない。だからもう手放しなさいって。それは、その人たちを見捨てるってことじゃないよ。あなたに愛がないっていうことでもないんだよって。もっと大きな愛をその人たちに持つから手放すんやって。その人たちの力を信じなさいって。その人たちが一時的に苦しくなったとしてもね。それはもういいんだよって。あなたがこの苦しい中泳いできたように、あんだけシルバに惹かれながらでも家族と跳ねたようにいろんな苦しみがあるんだって。いろんな苦しみがあるけど、ちゃんとあなた乗り越えてきたでしょうって。あなただけがすごい人間じゃない。みんな同じところから来てるわけやから、あなたに力があるんだったら、この目の前の人だって力はあるんだって。ほら、苦しいって言うかもしれない。それって中毒みたいなもんやから。だって今までずっと甘えていいよ、甘えていいよ、言いながらもやってきた。それは急になくなったら、それはやっぱり中毒の人みたいに、耐えてきたのがパってなくなったら、それは最初はわーってなるかもしれへんけども、もうそれはしょうがないよねって。だって今までやって当てちゃったんやから。そうやって依存させてしまった原因はこっちにもあるんやから。だからそれがパッとなくなってしまった時に、わーわー言ってくる。それはもうしょうがないよねって。自分がやった結果、その種を刈らないといけないっていうのは、それはもうしょうがない。それがカルマの法則やから。やりませんってなった時に、そら反動来る。反動は苦しい。罪悪感は苦しい。文句も来るかもしれん。でも、ここの状況から乗り越えるには、自分が大きな愛を持つしかないんだよって。今見てって。自分が良かれと思ってやった結果、自分が思ったような結果になってない。この状況見たよねって。それでも自分でやりたい方法で続けるって。困ったら、それにババッとアレンジして対応してあげる。それが良かれと思ってやったのに分かってるけども、その人のためになったのかなって。そうやね。それを見極めないといけないし、そこから離れるには、もっと大きな愛がいるんだよって。相手のことを信頼する。信頼してそこから離れる強さを持つ。それがもっと大きな愛を持つっていうことなんだよって。今まで本当に十分にやってきた。それは本当に正真正銘な愛やった。あんだけ自分を召して人に奉仕する。それは誰もができるわけじゃない。それが悪かったって言ってないよ。それは素晴らしかった。でも、もう一つ上に行く段階なんやって。もう一つ大きな愛を見つける段階なんやって。だからお母さんが戻ってきたよって。お母さんがもしここで行ってしまったら気づかないでしょって。また戻ってきて、やってくれるわ。だってやってくれるから。嫌やと思いながらやってくれるじゃないですか。この状況は、田中さんが作り出した状況でもあるんですよ。その人の甘えでもあったけど、さっき言ったみたいに、この甘えれる状況を作ってしまってた。田中さんの責任でもあるから。それを刈り取る時期に来ましたよってこと。ここからどうやって生きるかはもちろん田中さんの次第。罪悪感があるからとか、文句言われるからとか、やってもらうのが当たり前やと思ってるから、急に私の態度を変えたらどう思われるかなとか、親を見捨てた娘に見えるかな、いい年してんのに。この親の介護を姉に押し付けてしまった。こんな近くに住んでんのに。一緒に住んで介護できるやんって。そんな自分でやりたいことなんてさておいて、そんな優先順位からしたら親の介護が先でしょって言われるような状況ですよ、今。でも、そうじゃないんだって。私がやってることにはちゃんと
親への愛があるんですって言える強さがないとできないでしょって。今あなたの愛が試されてるよ。どんだけの愛をあなたが親に持てるか。ここから大きく変わるってすごい大変なこと。だって今までそういう風な生き方してきたんやから。でもちゃんと自分に愛があるっていうのを自分で認識しないといけないよって。今親から離れるっていうのは物質的主義の人から見たら見捨ててるって思われる。でも霊的に見たらすごい大きな愛を持って親を育てるっていうことをするんだって。親の力を信じるっていうことをするんだって。親から見たら辛いことをこれからする。でもそうじゃないっていうことを自分で認識しなさい。そしてそれをやっていきなさいって。こんだけの大変な思いをしてきたんやから。こんだけの自己犠牲を強いて人のためにやってきたんやから。その自分の愛を信じなさい。私はあなたの力を信じてるよって。それが本当の愛だよって。あなたできないんじゃない？じゃあ私が代わりにやるねって。私はあなたにしたって。私はあなたのことを信じてる。どんだけ大変なことやってきたかって分かってる。だからこそあなたに言うんだって。できるよって。それは私があなたの代わりにするんじゃないよって。あなたがするんやって。何にもしない。どんな批判があっても、どんだけ文句があっても、どんだけ世間体から見てひどい娘でも、あなたたちを見捨てなさい。愛を持って見捨てなさい。それが本当の愛だっていうことを分かりなさい。それが分かる段階に今来たよって。その大きな愛を持てる段階に今来たよって。行った時すっごい辛い思いで、旦那さんに背中を押されながら行ったよねって。ああいう状況でしか親から離れられへんかった。旦那さんに背中を優しくやったけど押されながらしか、涙流しながらしかそこから離れられへんかった。でも今回のこの一歩は自分で行きなさい。自分の力で行きなさい。この一歩を行くということが自分のためでもあり、母のためでもある、親のためでもあるっていうことをちゃんと認識して、この一歩を力強く行きなさい。それがみんなのためであるということ。一時的には辛い思いをみんながするかもしれない。後ろ髪引かれて、嫌なこと言われて、ひどいひどいって言われて、罪悪感もあって、もう一時しんどくなるかもしれない。でも、目先のことを見て決断してはいけない。何年後か、もしかしたら来世になるかもしれん。来世になって、ああよかった。あなたがしようとしてくれてたことはこのことやったんやって。わかる時がきっと来るから。そんな先を見据えて、今あなたが一歩行きなさい。それが今、あなたがすべきことなのよって。人の助けになること、人を支援するということは、そういうことなんだよって。今私があなたにしてること。私はあなたのことを信じてる。どんだけ苦しくて、本当にこの一歩行くっていうのが辛いことだって分かってる。あんだけ辛い思いして離れたっていうのも分かってる。あんだけ親のためにって自分を犠牲にしてすっごい苦しくても倒れてしまってもそれでも泳がないといけないって思ってたしんどさ分かってる。そんなあなたに逆のことをしなさいっていうのはすごい辛い。あなたにとってこの一歩行くっていうのがすごいしんどいことだって分かってるから。今までやってきたどんだけしんどくてもやることしてきた真逆のことをするっていうことはあなたにとってすごいしんどいことだって分かってるよって。でもそれでもやらないといけないよって。それでもできると思ってるよって。それがあなたに対する愛やから。あなたのこと信頼してるから。そういう風に私があなたに思ってる愛をあなたが今度親に持つ番なんだって。本当の愛を持ちなさい。勝てないじゃない？やってあげようっていうそういう愛じゃない。本当に心からその人を信頼して、その人の力を信頼して手放す。それこそが愛なんだよって。その愛を持ちなさいって。お母さんはそれを教えるために帰ってきたよって。一見するとお母さんはもう負担でしかない。自分のことケアもしてくれ。助けて言ってくる。でも、そんな人をちゃんと自分の力で生かせたいんだよねって。あなたにやりたいことなんだよねって。そう思うなら手放しなさいって。その人の思いをやらせてあげなさいって。それがあなたを罵倒することでも、あなたを恨むことでも、その娘のことの悪口をいろんなところに言うことかもしれない。
でもこの人もきっといずれわかるから。これが娘からの愛なんだっていうことを、きっとわかる時が来る。遠い時間かかるかもしれへん。それまでずっと罵倒し続けられるかもしれへん。世間的な評価がすごい悪いかもしれへん。でも、それを耐えて、この人のためだっていうことをするっていうのが愛やから。こんだけ耐えてきたあなたやからこそ、きっと耐えれると思うって。三次元的には全然評価されへんことかもしれへんけどね。でもそんだけの愛を持てる段階に来たよっていうこと。だから、もういいのよって。この一歩行きなさいって。それをやって、本当にその人たちに生きる活力、やっていく力を与えられる人になりなさいって。あなたがそれをどうしたらいいかって悩んでたから、その答えを今回伝える機会っていうのを設けたけど、それを受けてどうやって生きるかっていうのはあなたの自由やから。あなたがお母さんがいつかやっていけるって思うみたいに、私もあなたがいつかはわからない。今回変わるかもしれないし、また同じの繰り返すかもしれないけども、あなたにその力があるっていうのは信じてるから。そこからどうやって生きるか、その意見を採用するのか、違うやり方をするのか、やっぱり元に戻るのか、それはあなた次第だから。あなたが学んでいけばいい。それが私は愛やと思ってる。後退しようが前進しようが、とどまろうが、それはあなたの人生やからね。どの選択をしてもいいと思うよって。っていうのが、今回の答えですよね。まあ、よかったです。ね。はい。今まで家族のために頑張ってきた田中さんへのメッセージは、大きな愛を持って親を見放すでした。本人にとって少し厳しい部分もあるなというメッセージでしたが、落ち込むことなくメッセージを真摯に受け止めている田中さんが印象的やったな。その姿を見て、チョコレイさんが田中さんをとても誇りに思っているっていうのが伝わってきました。チャネリングのメッセージを聞き、落ち込む人、怒る人、受け入れられない人、様々ですが、私も田中さんのように、どんなメッセージも自分のためにと受け止める姿勢を持つ人でありたいなって思ったな。その後、田中さんからお母さんとの向き合い方が楽になったとご連絡をいただきました。田中さんがこれから行く新しいステップをにゃんこも応援しています。人からのアドバイスを素直に受け入れるということをにゃんこも見習って、ジャムパンと牛乳は飲むのではなくちゃんと味わうということを気をつけていきたいと思います。では今日はこの辺でおしまい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。では